はい、どうも、しんです。本日もアークサバイバルアセンディットをやっていきます。本日はですね、ラグナロク新生物、バイソン徹底解説、トラップ付きをお送りいたします。とうとうアークサバイバルアセンディットにラグナロクが追加されました。それと合わせて好評新生物、バイソンが追加されました。バイソン、今までにない特殊能力も持っておりますので、この辺も含めて詳しくご紹介していこうかと思います。前半、トラップを含めたテイムについて、後半、その能力についてご紹介していきます。おそらくまだ気づかれている方が少ないかと思われる超有能な能力もございますので、ぜひ最後までお楽しみいただければと思います。新チャンネル、このように各生物のトラップであったり、初心者向けのチュートリアル、最新のアークニュースなど、幅広くアークの情報をご紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録をして通知をオンにして最新情報を見逃さないようにしていただければと思います。では、本編どうぞ。ではですね、まずテイムについて。バイソンはテイム、昏睡テイムとなっております。麻酔矢で眠らせて餌を与える。餌は草食となっておりますので、各種ベリー、エチョベリー、野菜、そしてキブルは U、紫以上となります。キブルは U のグレード以上のものであれば、どれでも利用することが可能です。実装当初ではありますが、出現位置はこちら。確認が取れている部分にはなるんですが、少しですね、現状湧きづらくなっている部分もありますので、もう少しもしかするとあるかもしれません。ここにも湧いてたよっていう情報があればですね、ぜひコメントで教えていただければ嬉しいです。トラップに関しては2種類ご用意しておりまして、バイソンかなり集団行動をする生物になっておりますので、単体用の簡易トラップとまとめて集団で捉えてしまう簡易トラップ2種類ご用意しましたので、順番にご紹介していこうかと思います。まずは単体用のトラップ。必要素材はこちら。柱が2本、天井が1つ、壁が4つとなります。では作っていきますね。とは言っても、以前にご紹介しているトマストラップと同じものになっております。柱を普通の高さで立てます。その上に1つ、天井を端っこにつけまして、壁を扉枠でもいいんですが、テラとかでも誘導できるように、両扉枠を反方向につけます。そして入り口は秘密の出入り口。以上です。では今回は誘導としてテラ君に手伝っていただこうかと思います。バイソン単体でいることはまずないと思うので、基本的には目的の生物以外を撃破して単体になってから誘導、もしくは一緒に誘導しながら敵の生物だけを捉えるということになります。実際やっていきますね。このまま誘導していただいて、扉を閉めます。これで抜けることはできません。あとは麻酔矢で眠らせてということになります。続いて、まとめて捉えるタイプ。先ほどご案内した通り、バイソン、だいたい3、4体ぐらいで湧いています。たまに赤ちゃんとも湧いているので、その場合はもうちょっと多かったりするんですけども、かなり1体を襲った段階で集団で襲ってくる生物になりますので、単体で捉えるっていうのがなかなか難しい生物になっています。ここでまとめて捉えて、そこから厳選してしまった方が簡単なので、まとめて捉えるトラップのご紹介です。必要素材はこちら。土台が1つ、テラードア台が1つ、壁が7枚、テラが2本となります。では作っていきますね。
まずは土台。これはあまり高さは気にしなくても大丈夫です。続いて、後でつけてもいいんですが、ペラードア。これを R ボタンで切り替えていただいて、縦向きになるように設置。通常設置するとこの向きになります。そして、ペラードアのオープンを土台と反対側に開くように固定します。続いて、壁を、種類はそんなにこだわらないですが、両扉枠にして2つ。この場合だと90度曲がれないので、角に柱をつけます。下までつける必要はありません。ここから扉枠をさらに3枚伸ばしたら、角に柱をつけて、1、2、つけます。以上です。3体であれば、奥行き1マスでも可能なんですが、かぶれる場合もありますので、奥行き2マスの方が安定するかと思います。では実際やっていきますね。今回3体バイソンを用意しました。誘導はプテラ君でしていきますね。このように1体攻撃するとみんな詰まって攻撃してきます。これをこのままトラップの方に誘導していきます。もう打陣できるので、あとは扉を閉めると。歩いてでもいいですしね。これでまとめて捉えることが可能です。メスであれば、後ほどご紹介する能力の方で、多いレベルに関係なく役立ってくれますので、まとめて捉えてしまうのも一つです。これであれば、1体厳選するよりもだいぶ楽にできますし、たとえ1体でも余裕を持って捉えることができますので、初心者でも簡単に捉えることができるトラップとなっております。同族同士の攻撃は当たらないので、目的の子だけ眠らせて、あとは扉を開けて、レックスなどで処分するという手段もあります。ゲームに関しては以上です。続いて、能力について。まず、バイソン君。このようにね、オスとメスによって少し見た目が変わってきます。角の形状が、オスの方が少し大きくなるというものになってます。まずは、基本能力から通常攻撃。通常攻撃に関しては、このようにベリーなどを採取することが可能です。ここに関しては、藁が多く取れます。右クリックに関しては2種類あります。ヘッドアップと T ボタンを押すと切り替えれまして、ヘッドダウンと2種類あります。これに関しては、実際に生物がいた方がわかりやすいので、この野生生物に手伝ってもらいます。まずはヘッドアップ。このように通常攻撃と同じように軽く後ろにノックバックするような攻撃になっております。ただしダメージ力は通常の攻撃よりも高いので、強攻撃のような感じですね。続いて、ヘッドダウン。このように後ろに弾き飛ばすような攻撃になっています。通常のノックバックではなく、後ろに飛ばす攻撃になっているので、火力はさっきの強攻撃と一緒なんですが、逃げる場合とかは結構便利だったりします。大型だとノックバックはされるんですが、ちょっと後ろにぶっ飛ばすっていうことはできないんですね。大きい生物になるんですが、この子は後ろに飛ばすことができます。で、中型ぐらいは余裕で後ろに吹っ飛ばすことが可能です。あるとか囲まれた時に抜け出すためにも結構有効かと思います。この他ダッシュをしまして、右の心臓マークが赤くなると、このように速くハイスピードでダッシュすることが可能です。生物に捕まればスピードは落ちるんですが、このような木とかであればなぎ倒しながら通ることが可能です。ただし、採取はできません。
割と戦闘から逃げるということに関しては有能だったりするので、最初移動手段としても結構使えるかもしれません。群れバフのマークはつくんですが、いまいち群れバフがついているのかどうか効果は確認が取れませんでした。もしかするとバグでついていない可能性があるかもしれません。あと、オスとメスで戦闘に関して特別何か違うかっていうところも今のところ確認は取れておりません。もし何か情報をお持ちの方がいればコメントいただければと思います。続いてメインの能力であるバイソンミルクについて。バイソンミルクは当然ながらメスのみ生産することが可能です。ただし、通常ですね、このように何もありません。バイソンミルク生産には一つ条件がありまして、このようにバイソンの赤ちゃんがいればミルクを生産することができます。他の赤ちゃんではミルク生産はできません。ちなみに、オスがいなくてもミルクの生産は可能です。ベイビーさえいればミルクは作ってくれます。ミルク生産可能になると、このように上にミルクマークがつくので、この状態で E ボタンもしくはサークルメニューの方に出てくるので、取得していただくことが可能です。取得すると、ミルク作成にローカルであれば15分、公式サーバーであれば2時間が必要となります。非公式サーバーがどうなっているかっていうのはちょっとわからないんですけども、ローカルで時間が経たないという部分に関しておそらく考慮された設定かと思われます。これは何かサーバー設定が関与しているものではなく、Bison 自体のデータとして設定されているものになっておりますので、ご注意ください。このクールタイムに関してはですね、ベイビーがいなくてもクールタイムは進みます。搾乳用にベイビーを一匹ポットで出し入れしながら置いておくのも一つです。もう一つ注意点がありまして、今この子搾乳ができる状態となっております。ただし、ポットに入れてしまうと、このようにクールタイム15分発生してしまいます。ポットに収納してしまうと、出した時からミルクを生成しだしますので、ミルク生産するときは常に出しておく必要があるということを覚えておきましょう。続いてミルクの保管に関して採取してサバイバーの手だと30分、生物の中だと2時間ぐらいとなります。冷蔵庫にはワイバーミルクと同じく入れることができません。発火庫を入れている保存庫であれば5時間ぐらい保存することが可能です。もちろん収納樽で保存することも可能です。合わせて塩を利用すると通常の倍保存することが可能です。収納樽の場合はこのように樽を密封する必要がありますので、ミルクと塩を入れて密封していただければ長期間保管することは可能です。開封して使うということになります。そして、これはこれでまた別でお話ししようかとは思うんですが、アイスワイバーンに関しては、アイスワイバーンに入れると、おそらく4日分ぐらい保管することが可能です。アイスワイバーン保管期間を伸ばすことが可能です。なので、アイスワイバーンテイムしているのであれば、アイスワイバーンに入れておくと一番保管できるということになります。もちろん塩を使うとさらに倍に伸びるんですが、塩の保管期間があるので、アイスワイバーンに入れるダフは塩なくてもいいかもしれません。なお、ミルクの採取に関しては、サバイバーの手で採取が必要にはなりますので、都度集めていただいて、アイスワイバーに入れるというのが一番良い保管になるかと思います。もしくは、そのまま置いておいて、必要な時だけ採取するというのがベストな保管となります。ただし、ポットに収納するのは注意が必要です。リセットされてしまいますのでね。では、バイソンミルクの能力について。バイソンミルク、サバイバーが食べた場合、体力と食料値が100回復します。また、このようにサバイバーが作る料理、オーカルチリであったり、ラザウスチャウダーであったり、
料理を食べた場合、通常バフ効果数百秒となっているんですが、この状態でバイソンミルクを食べると効果時間が伸びます。ただし、この効果延長されるのは1回のみになっておりますので、複数食べても料理の延長は1回のみとなっております。また、赤ちゃんに対してなんですが、バイソンミルク与えても食料値の回復はしません。なんででしょうね。謎ですね。普通の赤ちゃんでも、バイソンの赤ちゃんでも食料値回復するわけではありません。これバグなんですかね。ただし、Y バーンに関しては、バイソンミルク与えていただくと食料値が回復します。Y バーンミルクと同じく1200回復しまして、今最大値が頭打ちしているので、食料値減らないんですけども、回復することが可能です。回復量は Y バーンミルクと一緒です。ただし、Y バーンの育成でとんでもない能力を持っています。このように見ていただくと、アイス Y バーンが Y バーンミルクを欲しがっているとなっています。Y バーンの刷り込み要求の中に Y バーンミルクを欲しがるという要求があります。この場合、通常は Y バーンミルクを右スロットに入れて、これで刷り込みがされます。ただしですね、このようにバイソンミルクを代わりに刷り込み要求として使うことが可能です。この場合で変えると、なんと 9% ぐらい成熟度が進みます。急に大きくなります。通常 Y バーンミルクを与えるより成熟度が高くなる分、かなり有効的になります。この効果がちょっと重複できるかどうかは試せてないので、2回目をちょっと時間的に試すことが今できておりませんので、試した方がいればコメントいただければと思います。これはなかなか、かなりやばいです。アイス Y バーンに入れれば4日持つので、ファイヤー Y バーン、当倍で4日で育つはずなので、Y バーン育つまで最初に取ったミルク、大体持つと思います。公式サーバーでも1時間に1回、ローカルの場合15分でミルク再度生産することができますので、そこに関しては十分バイソンミルクだけで Y バーンを育てていくことが可能です。そしてレベルにも依存していないので、低レベルでも高レベルでもメスを大量に捉えておくとかなり有効的な能力となります。やばいですね。ちなみになんですが、ローカルの方に関して、この成熟度のアップ、ケアの頻度が勾倍でないと成熟度 9% 上がりません。ケアの頻度を長くしてもそんなに上がらないんですが、ケアの頻度を短くしていると成熟度下がってきますので、ご注意いただければと思います。最初バグかなとも思ったんですが、ケアの頻度と連動している部分がありますので、おそらくこれは仕様かと思われます。ただし、刷り込みのようにケアの時間をローカルで伸ばしたとしても、成熟度はちょっとしか上がらなかったので、一発で成熟させるっていうことは、やはり難しいかと思われます。あと、倍率を高倍率に上げている場合、もしくは公式などでもチャリティのような高倍率になる状態の場合、成熟度と刷り込みの頻度が合わなくなってくる可能性があるので、そこだけはご注意いただければと思います。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、ラグナロクの新生物、バイソンについて徹底解説していきました。トラップも土台一つにつけているので、一網打尽トラップも土台回収するだけで全て回収可能となっておりますので、常時設置よりはその都度設置していただいた方が邪魔にならなくていいかと思います。あと、どうしてもバイソン湧き潰しになってしまいますので、トラップの設置はご注意いただければと思います。また、戦闘能力もそうなんですが、バイソンミルク、バイバーンミルクの代わりになることもそうですが、さらに成熟度アップという部分がございますので、ぜひバイソン、メスを大量に捉えていただければいいかなと思います。子供作らないといけないので、1体はオスバイソン必要になりますので、ご注意ください。バイソンの子供には食料値増えないですね。バグでしょうか。本チャンネル、このように各種生物のトラップやパークのチュートリアル、
最新のアークニュースなど、パークの幅広い情報を発信しておりますので、パークで困ったことがあれば、ここに来ればなんとかなるという状態を目指して頑張っておりますので、ぜひチャンネル登録をして通知をオンにして最新情報を見逃さないようにしていただければと思います。その他、Twitter で簡単な速報であったり、Discord で質問や情報共有などコミュニティも行っておりますので、ぜひご登録いただければと思います。では本日は以上となります。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。